通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、イマーシブフォート東京からの話題になります。なんと皆さん本日は国内からの話題ですよ。ちょっとね変則会にはなりますが、今回ですね、沖縄のねジャングリアでもすっかりおなじみとなりましたマーケティング会社刀が運営しておりますイマーシブフォート東京が開業からたった2年でその営業を終了すると発表しました。まあ多くの方がねこれをジャングリアとね重ね合わせて見ているようですが、本日は一体何が起きているのか、ジャングリアの現状なども含めまして詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、本日はですねちょっとね変則会にはなりますが、国内イマーシブフォート東京からの話題になります。以前ですねこちらの動画で、ちょっとねプクタが非常にテーマパーク好きというのもありまして、ジャングリアの話題をね、沖縄も世界の一部だろうということでお届けしているんですが、今日の話題はですねその続きと思って見てもらってもいいんじゃないかなと思います。もしかしたらね近い将来、以前ねこちらの動画でイマーシブフォート東京の動画を扱いましたが、なんと今回ジャングリアがですねついになんていう動画がね出る可能性もなくはありませんので、ちょっと今日ねこちら見ていきたいと思います。年末のね特別会と思ってください。ではこちらねヤフーニュースこの件伝えておりますクランクインの記事ですね。イマーシブフォート東京来年2月28日に閉業へ、刀 CEO 森岡剛氏苦渋の決断をしました。2024年3月1日に東京台場にオープンした世界初のイマーシブテーマパークイマーシブフォート東京が2026年2月28日で閉業することが発表された。つまりこれきっちり2年で閉業するということですね。今回閉館が決まったイマーシブフォート東京はライブエンターテインメントの世界最先端トレンドとして話題のイマーシブシアターなど、当事者として世界観や事件にのめり込む完全没入体験、ここカッコでねイマーシブ体験ができる世界初のイマーシブテーマパーク。今年3月にワンデーパス制から1作品から楽しめる個別チケット制になるなどリニューアルを実施したが、今回クローズが決まったということでね、まずはこちらから見ていきたいと思います。 Immersive、 こちらが本日のキーワードになります。 Immersive、観客やプレイヤーなどを取り囲むように感じられ、その結果何かに完全に没入していると感じさせること。ということでこちらね Immersive というのは没入させるという意味になります。こう包み込むようなとかね、こういった意味なんですね。でこれがですねエンタメ用語として現在では没入型の体験、このような形で使われるようになったと。そしてこれに特化したテーマパークがこちらのイマーシブフォート東京だったと、こういうわけなんですね。じゃあ具体的に何をするのかと言いますと、このようにね様々なプログラムというのが用意されてるんですが、基本的にはね演劇です。で客席とねステージが分かれているというスタイルではなくって、観客がねその中に入る、様々なところでね役者さんたちが演技している中を観客がこう通っていってそこに参加して、時にはねその役者さんから話しかけられたり、それに対して答えたり、どっかに連れて行かれたり、こういったイベントが発生しながら自分がその演劇の登場人物の一人になっていくと、こういう没入型のエンターテインメントになってるわけですね。プクタみたいにですね飲食店でも極力人に会いたくないみたいな魚には、非常に向かない場所ですが、突然ね全然知らない人とチームを組まされたり、いろんなやり取りがあったりするので、結構高いねコミュニケーション能力が求められると、こんなことも言われているようですが、刺さる人には本当に刺さる、こういったものを前面に押し出したテーマパークなんですね。そしてですね皆さんご想像の通り、こちらね週末のデータになりますが、非常にねコストがかかるんでしょう。チケット代はねかなり高額となっています。これね演目によって違うんですが、こちら9800円9800円、はい、こちらね大人気の花魁奇譚に関しては16800円と、こちらは食事付きのちょっと高いプランですね。そしてね安いところですとこちらですね7800円4800円なんてのもあります。そしてこの下にね食事もできるコンテンツというのもあるんですが、こちらが24800円ということで、こちらね体験時間70分とありますが、これで1万円前後、ものによっては1万5000円弱ですか、この程度かかるということで、やっぱりどうしてもねディズニーだとか、演劇で言うとねプクタもねつい先日劇団四季のアナと雪の女王を見てきたんですが、このあたりと比べられてしまうというのは仕方ないんじゃないかなと思います。ちなみにですねアナ雪すごすぎました。第1幕の終わり方とかね、もう魚なのに鳥肌立ちましたから、つまりこのクラスになってくると、この劇団四季のねあれ2時間40分近いんでしたっけ、舞台よりも高額になってくると、こういうわけなんですね。でこのイマーシブフォート東京の前にあったのがこちらヴィーナスフォートです。パレットタウンウエストモール内のショッピングモール森ビルが運営していたイマーシブフォート東京建設に伴い2022年3月27日に閉館した
ということで、お台場にあるね、このヴィーナスフォート、ここが2022年3月に閉館いたしまして、ここに居抜きで入ったのが、このイマーシブフォート東京でした。2024年3月1日開業。運営は、刀イマーシブ合同会社。キャッチコピーは、さあ、感動の最前列へ。口述の通り、2026年2月28日をもって閉館予定となっている。居抜きということでね、これ一から建設しているわけではないので、かなりね、初期費用は抑えられているとのことなんですが、ここにね、書かれています。賃料総額を含む投資総額が10億円弱であると明言されていますということで、ここの物件というのはね、もともと再開発待ちの物件となっていて、それまでの間、間借りしますよと、こういった状態だったんですね。で、その期間が賃貸期間5年と、このようになっているので、ここね、推定5年だったんじゃないかと、このように書かれています。つまり今回はそれを早く切り上げて、閉業の決断に至ったと。でちなみにですね、こちら2025年3月、イマーシブフォート東京は進化しますとありますが、この時にですね、リニューアルをしています。そもそもの運営体制というのをガラリと変更しまして、ここでね、一応リニューアルしますよと、このように言ってるんですが、事実上は、もうこの時点で全体的な規模を縮小していたようですね。ですからこの時がね、ちょうど開業から1年になるんですが、この時点でね、決して好調なテーマパークではなかったというのがわかるんじゃないかなと思います。そしてこちらですね、刀からリリースが出ておりまして、イマーシブフォート東京営業終了のお知らせ。当初の事業計画では、大人数を対象に広い施設面積を要するライトな体験が大半を占めると予想しておりましたが、実際は人数を限定したディープな体験に需要が強く偏ることが分かり、開業2年目にディープ体験中心への事業変更を実施しました。これが先ほどのリニューアルの話です。それにより学び得た最適な事業モデルに照らし、本施設規模が課題であると判断し、営業を終了する決断に至りました。当社は本事業を通じて得られた貴重な知見を生かし、今後もイマーシブエンターテインメントの発展に挑戦していく所存です。ということで、これに関しましてはですね、森岡さんがテレ東のね、インタビューを受けておりまして、それがね、こちらになるんですが、これについて語っています。で、この中ではね、先ほど言ったような、そもそものね、この物件の規模が大きすぎたと。で、イマーシブフォート東京というのはですね、この体験を、まさにね、こちらにありますが、何個もね、同時に運営しているんですね。なんですが、特にね、これです。こちら。このね、江戸花魁北。これがですね、非常に人気だったというんですね。で、現状ですね、こうやって見ましても、1日にね、3回公演やってるんですが、完売してるんですよ。で、とにかくこのプログラムが人気で、一番の収益を上げていたそうなんですね。なんですが、ここの収益だけでは、全体を賄うことができなかったと。なので、例えばね、ここだけを切り抜いて、小さい規模の箱でやれば、利益は出るんですと。今回のこの失敗を経て、それを知ることができました。このようなお話をしています。ただですね、正直ね、これは結果論になってしまいますが、そういうのをね、事前にマーケティングから割り出すというのが、この森岡さんの会社の本分なんじゃないかなと思うんですが、結局のところ、そのジャングリアもそうですが、今回のね、イマーシブフォート東京もそうなんですが、とりあえずやってみて、人気のコンテンツがどれか分かりましたって言うんだったら、資金力のある人だったら、これ誰でもできるって話になっちゃうでしょ。だから今この刀がやろうとしてるのって、そのマーケティング会社というよりは、そのエンターテインメント企業でね、当たるコンテンツなんかもう全然わかんないから、とりあえずやってみて、それを探してるみたいなね、そんな会社になっちゃってますよね、現状で言うと。だから最近ね、ジャングリアの一件があって、この森岡さんのメッキが剥がれてきてるなんて言われがちでしょ。だからそれはね、世間一般的なイメージとしては、こういう失敗をしないように、マーケティングの力でね、成功させていく。リスクを回避していく。こういう風に思われてるんじゃないかなと思うんですが、実際はこれ逆ということですよね。数打って、それなりの投資もして、たまたま当たったコンテンツを拾い上げていくみたいな。こういうところの違和感で最近ね、若干叩かれがちなんじゃないかなと。そんな気はしますよね。マーケティングの負の側面を身をもって教えてくださるマーケティングの神様。01が壊滅的に苦手なんだと思う。USJ の流れを見てると、コンテンツに幅があればなんとかできるんだろうけど、そのコンテンツを生み出すのにかなり苦戦してるな。イマーシブフォートの公演は全て行ったし、ジャングリアも行った。その上で、刀は客体として客観的、批判的に自分たちの作ったコンテンツを体験する回数と解像度が足りてないと断言できる。一発屋でしかないのにメソッドを売るという名目で、自分の収入はしっかりと確保して、経営リスクは負わない。これこそが森岡メソッドや。自分たちは予測精度がすごい。しっかり考えている。安心してください。そういった自分たちの能力を宣伝しまくって本売って失敗した結果が予測は難しかった。得たいものを獲得できた。自分たちはすごい情報を手に入れたからこれからは予想できる。なんか全て言い訳に聞こえる。ジャングリアは言い訳できないぞ。ジャングリアもそうだけどあまりにもスタッフ頼り感が強すぎない。イマーシブは施設が賃貸なので撤退は簡単ですが、ジャングリア沖縄はそうはいかないでしょう。ジャングリアもずっこけてるので持ちませんが本音。USJ だけ成功したの。西武遊園地、イマーシブ、ジャングリア全部失敗。その USJ も森岡の手柄ではないよ。他人の手柄を自分のもののように宣伝する能力が高いだけ。
しれっと丸亀製麺もうまくいかなかったよ。ジャングリアものっけから売り上げ低迷で、イマーシブフォートとどちらか潰さないと会社が潰れるってことだろう、きっと。ということで、このコメント欄ではね、そんなの分かってたとか、ジャングリアに重ね合わせて見てる人が非常に多い印象ですね。で、こちらですね、イマーシブフォート東京、公式の X アカウントになりますが、こちらもそうなんですが、立ち上げから出演させていただいておりますと。こちらもそうです。いつもお世話になっております。イマーシブシアターを作る業界の一人として、今日一日ずっと考えていました。などなどですね、この下もそうなんですが、出演中のとありますね。この引用欄ですね、ここに出演している役者陣が、私はここに参加していましたと、このように爪痕を残す場になっておりまして、ここもそうですね。ほんとね、引用を見ると、役者さんだらけです。当然ですよね。だってこれ、仕事なくなっちゃうわけですから。ワンチャンね、ここで声かけてくれないかなっていうのはあるんじゃないかなと思います。もうね、ここほんとびっくりしますよ。引用欄、ここにね、出演している役者さんだらけです。すごいことになっています。で、そんな刀なんですがね、先ほどもコメント欄でありました通り、現在ね、めちゃくちゃ心配されてるのが、これですよ。ジャングリア沖縄リリース出してます。ジャングリア沖縄は開業から間もなく150日を迎えます。日々の改善を積み重ねながら快適なパーク体験の提供を目指していますということで、どうですか？この文面からもですね、ちょっとね、危機感持ってるっていうのは感じますよね。で、実際ですね、最近だけ見ても様々な YouTube 動画というのが出てるんですが、結構有名人も言ってますよね。正直ね、かなり辛そうですよ。もう結構ガラガラだという動画でね、埋め尽くされておりまして、人が全然いないのにアトラクションの待ち時間が長すぎるとかね、屋根付きのレストランが1個しかないということで、ほんと大変な目に遭ってるとか、そもそもの交通の便が悪すぎる。さらにね、セットのチケットが売ってるにもかかわらず、実際行ってみるとスパがね、全然違う場所にあって、めちゃめちゃ交通の便が悪いとか、正直ね、かなり辛そうですよね。いい面というと、アトラクションはね、実際に体験してみたら結構楽しめる。あと、料理がね、すごく美味しい。このくらいですかね。全体的に見るとやっぱりね、今、現状で見ても、ネガティブ方面に偏ってるというような状況なんじゃないかなと思います。待って、この CG 嘘すぎるでしょ。そもそもこんなに鳥かごも数あった？てか、なんか全てが違ってない？で、そんなジャングリアなんですが、起死回生をかけまして、なんとですね、絶叫アトラクション、これを導入するということになったようですね。ジャングリアに48人乗り、ヤンバルトルネードゴールデンウィークに登場。高さ20メートルで逆さまに。ということでね、ついにジャングリアにも絶叫マシンがと、大変話題になっておりましたが、これがですね、すごいですよ、ここ。これね、まだやるのかという感じですが、これ何ですか？ AI なんですか？なんかよくわかりませんが、もうジャングリアといえば、このね、スーパー誇張された、この古代広告というのが、本当にね、定番となっておりますが。でね、これ X でもね、多くの方が指摘しています。これ一体何なのかというと、画像は浜松にある遊園地のアトラクション、ヤンバルトルネードはこれらしいということで、これを見る限りね、まさにこれでしょう。ここの構造もほぼ同じですね。このアトラクションを導入するだけなんじゃないのというように言われているようですね。確かに今現状出てるイラストでは、かなり近いものに見える。で、ちなみにですね、このアトラクションは、ここね、浜名湖パルパル。このウィキにあるんですが、はい、ここですね。1996年からということで、もう何十年も前からあるアトラクションなんですね。だからもしですね、登場してみたら、本当にただのワイルドストームだったとなってしまったら、これ事前にね、ついにジャングリアに絶叫マシンが、みたいな煽り方をしてしまうと、逆に良くないかもしれないな、なんて心配してしまいますね。ジャングリアもね、そもそもディズニーランドを超えられるのか、なんて打ち出し方をね、されていたりもしたので、それが完全に足引っ張ったでしょ。もうすでにね、一部メディアは、ついにジャングリアに絶叫マシンが、なんてやってますんで、これちょっと逆に怖いな、なんて思いますね。このジャングリアといえばですね、前回の動画でもご紹介しましたが、ダイナソーサファリというね、一番人気のアトラクションで、T-Rex が追っかけてくるんですよと、これね、森岡さんが実際言ってるんですね。その恐竜を作ってるって言ってるんですよ。これないんですね。その後これについて言及したんでしょうか？もうすでにね、こういった前科がありますから、このマーケティングはね、慎重にいった方がいいんじゃないかなと思ってしまいましたね。こちらライブ動画ニュース、今回のイマーシブフォート東京、営業の件伝えています。役者の育成にとんでもないコストかかりそうだから、参加料が高いのは理解できる。題材を変えても基本セットが使い回しとなると、リピーターも何度か行けば飽きるだろうから予想できた結果ではある。大体さ、テーマパーク要素を織り込んだショッピングモールでダメだったのに、それをただのテーマパークにしてうまくいくわけないじゃんって普通にやる前に気づくよね。お台場がどんどん錆びれていく。パレットタウン東京、大江戸温泉物語はすでになく、イマーシブフォート東京閉鎖。商業施設の開発難しいだろうな。解体されてタワマンとかになりそう。陰キャからすると自分は恥ずかしいから絶対参加したくないコンテンツで、この世の陰キャは全員近寄らない事態で長続きはしないだろうと思ってたけど、想定より粘ってた印象。東京観光した時にシャーロック・ホームズ体験した。リピート前提の作りだけど地方民だから当然何度も行けないし、東京はマジでイベントの施設も土着層多かったが、都民にとっては優先順位低かったということか。
ヴィーナスフォートの内装とかコンセプトは好きだから、できれば残してほしいんだけど、なんかうまい使い道ないかな。いつか行ってみたいと思ってて、すっかり忘れてたけど、営業終了。お台場は富士。電通しかり、すっかりオワコンか。お台場っていうのはね、フジテレビの印象強いですからね。かつての面影はないと。なんとなくだけど、USJ の成功体験で、俺力あると勘違いしたのかなと思う。イマーシブフォートも沖縄のジャングリアも中途半端なんよ。沖縄に恐竜コンテンツでリピートするって思うわ。で、これ言ってる人めちゃくちゃ多いですね。もう一回ヴィーナスフォートにしてくれ。ということでね、ヴィーナスフォートを返せと。この意見はね、かなり多いなという印象です。イマーシブフォート東京、おそらく多くの人が興味ないわけじゃないのにな、調べる、高だと思う。スタート後から運営失敗してガラガラになり、何度か苦し紛れに値上げしてたはず。ジャングリア沖縄も同じ人なので、ヴィーナスフォート良かったよね。はい、ということで本日はですね、マーケティング会社、刀が運営します、イマーシブフォート東京が、開業からたったの2年で閉業することが発表されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、一応ですね、人気のあるコンテンツは非常にリピート率が高かったということで、これをね、小箱でやれば経営としては成功するはずだと、このように森岡さんは読んでいるようですね。本人もね、ものすごく高い勉強量になってしまったと、このように言っておりましたが、現状ですね、このジャングリアの苦戦ぶりというのがある中で、いつまでね、そんなのんきなこと言ってやられるのかなって正直思ってしまいましたが、でこのジャングリアとですね、イマーシブフォート東京というのはかなりやっぱり共通点多いんですね。もともとね、居抜きで入っているという部分、ジャングリアもね、ゴルフ場の居抜きで入りましたって森岡さん自身が言ってるんですね。そして非常にね、回転率の悪い、よく言えば客単位に対しての提供するサービスが濃厚と言えるのかもしれませんが、なかなかね、ちょっと経営的に見ると厳しいんだろうなというようなことをやっている。ですので今後はね、この似たようなポジションにいるジャングリアがどうなっていくのか、ここはね、今回のイマーシブ東京の一件を受けて余計に注目されていくんじゃないかなと思います。皆さんはこれについてどのように思われましたか？もしね、このイマーシブフォート東京体験したよという方いらっしゃいましたら、ぜひ感想も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。